ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はネイジ手芸部第3弾の企画になります。結構ね、2月にやってから日が浅いんですけれども、今回は、オリジナル布でですね、作品の方を紹介させていただきます。で、ネイジ手芸部って何だろうっていう方は、こちらの動画の方もご覧いただけたらと思います。そしてね、入部の方をご検討いただけたらと思います。で、今回はこちらのオリジナル生地の方を使用していきます。で、手芸部に入っていない方でもお手持ちの生地で作れるように紹介していきますので、一緒に楽しんでいただけたらと思います。このチャンネルではミシン初心者様でも楽しんでいただけるように音声でゆっくりと解説しながら紹介しているチャンネルです。よかったらチャンネル登録もしていただいて一緒に手作りを楽しみましょう。それでは早速始めていきます。で、今回もですね、裁断から紹介したいと思います。で、25センチのキットで届いているかと思うんですが、ぴったりで進めると万が一のこともありますので、今回はサイズの方を24センチにして揃えていきます。で、今回この布耳の方を揃えていきたいと思います。布耳を使わずにやる場合は、このイラストの始まったところからサイズを測ってください。で、サイズの測る最初の部分ですね、この耳はこう毛がふさふさしていると思うんですが、この毛の生え際のところですね、ここを起点に0としてください。で、0にしていただいて31センチでカットしていきます。で、前回の動画でも紹介してるんですけれども、ウエイトなどこうしっかり置いて布がこうずれないようにしてから進めてください。まず端からカットしていきますね。こういうマスのこのカット台があるとこう布がまっすぐ揃っていきますので、まっすぐ切るのが苦手という方はこういうカッティングマットも準備されるといいかと思います。どんどんね道具増えていきますけど、その分ですね腕っていうかこう上達していきますし、こう作品にも現れていくかなと思います。そしたら31センチをこのマスで合わせてカットしていきます。今回はね柄の位置など見ながらやるので表面で紹介していますけど、線を引く場合は生地を裏面にしてください。このままカットします。31センチです。で、この生地は生地方向としてはこうなんですけれども、生地はこういう風に縦にして使ったりとか、あと水通しとかしてあれば縦横関係なく使えますので、このような感じでカットします。そしたら今度はストライプの方も同じように耳の方からカットしてください。今回は布耳もそのまま使って活かしていくデザインを紹介したいと思います。で、こうストライプを切るときはこうやってロータリーカッターでシューって切るんですけど、そうなった時にストライプの位置がこうずれる時があるんですよね。で、ずれないようにそれはちょっと目視で確認しながらストライプの線に合わせましょう。はい、じゃあ2枚切り終えたところになります。続いて、裁断をしていきます。ストライプの方なんですけれども、今回はこのような感じでボーダーで使っていきます。こちらの方を長さを揃えていきます。横の長さを20センチにしますので、皆様は25センチなので、こうね、幅の方を調整してください。5センチかな。切り落としてください。こちらは本体の方は20センチで用意します。で、もう一つこちらの花柄の方ですね。花柄の方は斜めにカットしていきます。こちらは幅を24センチに揃えていただいてから、ここの部分を斜めにカットしていきます。これは生地を表面にした状態で裁断してください。間違えて裏にすると向きが変わってしまいますので気をつけてください。今回はこちらに載っている布小物辞典、こちらの77ページに載ってますけれども、こちらのボックスティッシュカバーというものを作っていきます。最近はこういうエコティッシュがもう主流になってきましたので、こちらに合わせてレシピの方を紹介したいと思います。はい、では、早速裁断していきます。で、今の状態でカットしますと、こう上が長く下が短い状態になりますので、カットする方向はこの上の角から下の4センチですね。
れでは続いてポケットティッシュの裁断をします。ポケットティッシュは端から15センチで裁断します。15センチでカットします。そしたらこちらのストライプの方も反対側にしていただいて、同じようにして15センチでカットします。このカットする時もこのストライプの布目をしっかり見ながらカットしましょう。はい、それでは2枚こちらは切り終えたところになります。そうしたらストライプの方は皆様の方で、長さが25センチで届いていると思いますが、高さを24センチで揃えてください。私の方ではもう24センチに揃えてあるのでこのままなんですけれども、ここの長さは24センチになります。続いてこちらのお花の方もですね、今度は裁断していきます。でポケットティッシュなのでこうやって折って入っていきますので、その柄もちょっと意識しながらどこを切るかなってやられるといいかなと思います。でこちらの場合は柄が少ない方を切っていきたいなと思います。そしたらこちらも使いますので、ポケットティッシュはこの3枚で作っていくことになります。はい、それでは準備するパーツの紹介になります。先ほど紹介してきた裁断方法をもとに、こちらの方がサイズになっています。縦の長さは31センチ、ここの下の長さは20センチ、上は24センチになります。でこちらの方ストライプをボーダー使いにしてるんですけれども、幅が20センチ、縦の長さはこちらの花柄と同じ31センチになります。幅4センチ、縦の長さは31センチで準備をしています。あとお好みで、あとね、手芸部の方はこういうタブがついていると思いますので、こちらを使用してください。それではティッシュポーチの準備するパーツの紹介になります。ストライプは縦の長さが24センチ、幅は15センチになります。こんな感じでこう切り分けた状態になっています。それではまず最初にアイロンをかけていきます。でアイロンをかける時に便利なのがこちらのアイロン定規になります。100円ショップなどでもありますので探してみてくださいね。100円ショップのはちょっとガラスになってるんで熱くなったりとかするんですけど、これはねそんなに熱くならないので、あとない方は厚紙などご準備ください。まずアイロンをかけるのはこの斜めの部分とこのボーダーの部分になります。合わせた時のイメージをこう形にするとこういう感じでなりますので、このボーダーの方は片側だけこう重ね合わせた時のこの耳の位置を確認しながらこういう風に仕上がっていきますので、この耳の位置を確認しながらこちら側にアイロンをかけていきます。1センチの三つ折りになりますので、最初に2センチで折っておくと綺麗な1センチの三つ折りができるかなと思います。で一度折り目がついたらしっかりとここでもう一回アイロンをこうかけておきます。そしたらこう広げます。広げたらこの折り目に合わせて布の端を合わせていきます。そしたらもう一度折って三つ折りにします。こうすることでぴったりと1センチの三つ折りになります。はい、では後でまた待ち針留めていきますので、この状態にします。そうしたらこの折った側と合わさるようにもう一回確認してね、耳のこのある方が下になった状態で左側の方ですね、こちらを1センチの三つ折りにします。同じようにして2センチで折り目をつけていきます。はい、ではこんな感じで2つ折り目がついたところです。続いてループを4つ折りにします。こちらは前回やったのと同じなんですけれども、まず2つ折りにしていただいて、で開いたらこの折り目に合わせて布を付け合わせにしていきます。布が4重になることで厚みが均等になるループができてきます。はい、ではこれでアイロンの準備が整ったところです。でループエンドはこの布耳があるのでそのままこのループエンドを使ってもいいんですけれども、せっかくなのでこの布耳がない方に合わせてですね、オンライン講座でも紹介してるんですけれども、こちらの方法を紹介したいと思います。まずこの4つ折りにした折り目がついてますので、まず1回1つ折りにしてください。
そうしたら1センチほど折り目をつけます。ストライプなのでこの線がついてるので分かりやすいかなと思います。柄でやられる方は目安にして1センチ折ってください。そうしたらこの反対側の部分ですね、ここを1回2つ折りにしてこの中央で揃えてみてください。こんな感じになります。そうしたらこの隙間の中にこれを入れていきます。この端を入れます。で、やりにくい場合は目打ちなどを使って押し込んであげてください。で、こうやって綺麗に整ってくると、もう手を離しても綺麗に締まってる感じになります。こういう風にやる方法もあるので、是非参考にしてください。そしたらこのタブをつけていきます。タブのつける位置はこの端から10センチのところになりますので、自然に消えるペンなどで印をつけておきます。下から10センチになります。で、タブをこの内側に挟んでしまうと外から見えなくなってしまうので、少しね浅めにつけます。5ミリぐらい中に入れてください。こんな感じで一回止めたら、こうやって表に出した時にこの柄が見えるかなっていうのを意識しながら止めるといいですよ。そうしたら際を縫います。こちらの押さえパーツがある方はこちらを活用してみてください。こういうねエッジがあるものに合わせる端をね、布の端を合わせると綺麗に際が縫えていきます。お手持ちのミシンによっては押さえパーツの形が変わってるかと思うんで、お手持ちのミシンに合わせてみてください。で、待ち針を留める向きの方はこういう感じで縫っていきますので、玉をこの下側に合わせて布がこの右側に来るようになりますね。通常は布はこう多い方が左側になるんですけれども、こちらの押さえパーツを使うことによってこちらの側で縫うようになります。このステッチできるこの押さえがない方は、通常通りこちらで縫っていただいても縫いやすい方向で進めてください。今回は重機家庭用ミシン EX7 を使います。縫い目の長さは 2.4 から 2.6 とかちょっとね長めにしていいかなと思います。 2.8 とかね 2.6 とかそのぐらいにしてみてください。細かく設定できる場合は 2.6 などにしてみてください。ミシンの針は普通地用にします。11番を使用してください。まずは試し縫いをしましょう。で、この上糸なんですけれども引っ張っていくのもいいですし、あと押さえの後ろ側に倒して送って、この押さえでこう糸をしっかりと留めてあげるとこう動かないので、これでもいいかなと思います。こんな感じで一度試し縫いしてから進みましょう。そしたら1センチ先に針を下ろして押さえを下げます。で、返し縫いからスタートしましょう。で、縫い終わりも返し縫いをします。そしたら同じようにして花柄の方も縫っていきます。両手が使える場合はこういう目打ちを使ってこう布をね揃えながら縫っていくといいですよ。目打ちは指先の代わりだと思って使うと使い方が分かってくるかなと思います。しっかり端まで縫いましょう。ちょっと縫いにくくなりますよ。それでは縫い終えたところになります。タブは内側にありますけれども、こちらは起こしてまた後で縫おうかなと思うので、この状態にしてひっくり返したら待ち針で留めておきましょう。そしたらこのストライプとこの花柄の生地を中表に重ねてください。
この耳の部分でしっかり揃えておきます。で留める時は両端を留めてから間を留めるようにします。はい、ではこんな感じで留まったら、今度は端から 1.5 センチを縫います。でミシンでまっすぐ縫うのが苦手な方は、この針基板に合わせてこの10というところがこの針からちょうど1センチですよというところなので 15mm になりますので、この5mm のところにマスキングテープを貼ってこうガイド代わりにしてあげるといいですよ。ただこのマスキングテープが曲がっちゃうと布も一緒に曲がって縫ってしまうので、ここまっすぐするように気をつけてください。そしたら端から縫います。で同じように1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしましょう。割としっかり引っ張ります。マスキングテープをガイドにすると綺麗に 1.5 センチ縫うことができます。そしたらこのタブの部分も縫っておこうと思います。このタブは黒なので下糸本来は黒糸なんですけれども、そのまま白糸で縫います。気になる方は糸変えてください。返し縫いしてステッチとか刺繍糸で留めてもいいですよね。ちょっと硬いですけどね、布が。はい、じゃあ縫い終えたところでこの縫い代の処理をしていきます。このストライプ側の方が膨らむように縫い代を肩倒しにしていきましょう。そしたらこの縫い代をくるむようにして2つ折りにしていきます。2枚同時に折り目をつけてください。このストライプのみカットしていきます。折り目に合わせて切りましょう。こういうね、折り目がついてる方が切りすぎないのでいいかなと思います。花柄切らないように気をつけてください。もう一度アイロンかけていきます。でこの縫い代を包むようにしてパターンと閉じます。折り伏せ縫いのやり方になります。結構ね、この縫い代の始末の方法、子供の頃から好きなんですけど、ジグザグミシンがすごく嫌いだったのであんまり綺麗にねできないですしね。この方法が一番私は縫い代の始末1枚で作るときに好きなんですよね。あと袋縫い閉じっていう方法もあるんですけれども、今回はちょっと平らに仕上げたかったのでこの状態にしました。では待ち針で留めていきます。再びですね、こちらの際ステッチに使える立ち目かがり押さえを使ってこの際を縫います。この押さえがない方は際 1mm から 1.5mm ぐらいを目安に縫ってみてください。はい、ではこんな感じで縫い終えたところになります。綺麗にね揃ってて縫い代も見えないので綺麗ですよね。表にするとこのような感じになります。ステッチができるだけ花柄ではなくストライプの方にのせたいなと思ったのでこの方向にしてみました。そしたら合い印を入れていきます。この縫い合わせのところから 7.5 センチずつ上下に印をつけます。入れます。縫い目から 7.5 センチです。反対側も同じです。縫い目から 7.5 センチになります。そしたら合い印に合わせて
畳んでいくんですけれども、今回は表面にして畳んでみてください。で畳む時にこの合い印はちょっと目印になるんですけれども、この縫い合わせた部分がここの段と重なり合わないように重ねていきます。その時のこの合い印の目安になります。多少ね、縫い合わせによってちょっとずれるかもしれないんですけれども、ここが交互に重なり合うようにしてください。そしたら反対側の方もこう合わせると、ちょうど3つが全て交互になるかなと思います。ちょっとずれるかもしれないんですけど、ここをできるだけこう交互にずれるように合わせてみてください。そうすると厚みがね分散されますので、綺麗に揃ってきます。そしたらここで待ち針で留めます。で反対側の方も合わせていきます。反対側はつけた印に合わせてそのまま留めていきます。はい、ではこう止まったところで今度はループをつけていきます。このループを切り分けます。端から5センチのところで切り分けてください。もし布の耳の根っこのところから5センチ、だいたいストライプを目安にしてみましょう。あんまり長く切っちゃうとループの長さが短くなっちゃうので気をつけてください。でこのまま切り落とします。で2本に切り分けたところです。そうしたら端から端を5ミリで縫います。針の位置が動かせる場合は一番右に動かします。右に動きますよ。そしたら押さえの端を布の端に合わせるとちょうど5ミリが縫えますので、それに合わせていきます。この押さえの端と布の端を合わせて縫っていきます。そうしたらループをつけていきます。こちらループを挟む方は2つ折りにして、縫い目の方が外側になるようにしてこのようにして留めます。出来上がりをイメージした留め方になります。で反対側は長い方のループを留めてください。これはね好みで入れ替えても大丈夫です。こちらの方がこっちが長くしてもどちらでも大丈夫です。同じようにして縫い目を外側にして留めてください。そしたらそれぞれをミシンで仮留めしていきます。で最初にミシンの針を刺したら待ち針を外すようにしましょう。ではしっかり返し縫いも入れながら仮留めしていきます。そしたらこの後袋閉じ縫いをしますので、こういうふうに余分に出てる糸などはきれいに切り揃えておきます。で裏にしていきます。この角の部分きれいに出るように最初にしっかりと出してから裏にしていきましょう。裏にしたらこういう厚みがあるところ、ループのところはしっかりここの端のところを揃えて留めておきます。この部分がピタッと揃ってると仕上がりが綺麗になるので、ここの部分はちょっと見えないんですけど手で探りながらループを揃えておきます。じゃあそうしたらこの部分を1センチ縫います。で見えない部分のこの重なりのある部分もしっかりと返し縫いを入れていきます。そしたら先ほどと同じようにマスキングテープを今度は10のところに貼ってガイドにします。返し縫いからしっかりと縫っていきましょう。はい、縫い終えたところになります。裏面はこのような感じになっていると思います。そしたら表にしていきます。今度はねループを引っ張ると綺麗に角出てきますので、このままヒュッと出してみましょう。そうするとね綺麗に角が出てきますよ。しっかり揃えてあるとこういう風にピッと出てきますので気持ちいいですよ。はい、ではこんな感じになります。下はここのちょうど境目のところが2センチぐらいになるんですね。
トライプに合わせるといいですね。綺麗に仕上がってくるかなと思います。そうしたら上糸は茶色など濃い色に変えてみてください。これからステッチを入れていきます。はい、じゃあそうしたらこの線を描いたところを縫っていきます。最初はね、返し縫いしないでまず1本縫いましょう。揺らぎステッチになります。一番最初のね、布耳を合わせる時のやり方を思い出してみてください。じゃあ最後まで来たら返し縫いします。押さえを上げて布を1回転させます。で1回転させたら最初の糸を切りましょう。根元まで切ります。はい、そしたらここから揺らぎステッチかけていきます。この線にこうくっついたり離れたりっていうような感じで縫っていきます。で最後のところの縫い目に合わせます。もう1本やろうかなと思います。でもう一回押さえ上げて戻して下げます。ただちょっと膨らませようかなと思います。あえて線を目立つようにして最後の縫い目に合わせます。で最後に返しにしましょう。続けてステッチの方を入れました。こちらね、揺らぎステッチ思い出しながら進めていただけたらと思います。そしたら紐をね通していきます。ちょっとね細いんですけれども穴がね小さいですけどね。はい、じゃあこれで完成になります。で早速ですね入れてみたいと思います。出来上がったほやほやのものに入れてみると、ぴったりな感じになってますね。比較的もう少しねゆとりがあるのでもうちょっと大きいものでも入れられそうですよね。出来上がりはこの幅が15センチになっています。でマチをつけていないので幅があるものでもある程度はいけそうな感じですね。今縦が5センチのものを入れてるんですけれども、このぐらいあと2センチぐらいゆとりがあるので少し大きいぐらいでも十分かなと思います。あとここね全体が空いてますけれども、実際に私は使ってみてそんなにねパカパカするようなイメージはなかったので、このまま仕上げていって使っていますので、皆様も大丈夫かなと思います。もし気になる場合は縫い留めちゃってもいいんですけど、その場合ねちょっと入れにくくなりますのでねお気をつけください。はい、それではティッシュポーチの方は合い印からつけていきたいと思います。まずですねポケットのこの口になる部分こういう風になりますので、これを柄をどちらにするかをまず決めてください。あんまり花が出ない方がいい場合はこの状態でもいいかなと思います。ではこちらの方を合わせていくと、まずこの花柄の方は上から5センチと10センチのところに印をつけてください。定規をこの10センチのところに当てて5センチと0のところに印をつけると便利かなと思います。で反対側も同じように印をつけます。そうしたらストライプの方は裏にしていただいて 4.5 センチずつ印をつけますので、今度は9のところに端を合わせていただいて 4.5 センチのところと0のところに印をつけましょう。で反対側も同じようにします。端を9に合わせて、そしたらアイロンで折り目をつけていきますので、ここに切り込みを入れます。切り込みを入れるときは同時に作業した方が効率がいいので2枚を重ねて 4.5 と9のところですね、ここに切り込みを入れて2枚同時に印がついたところです。そしたら花柄の方も同じようにして印をつけます。ストライプの場合は9センチで折り目つけた方が良さそうですね。で折り目をつけたらこの折り目に合わせて揃える方がやりやすいかなと思いますので、そのようにしてみてください。そしたらこう2つ折りにしておきます。はい、ではこんな感じで折り目をつけておきましょう。仕上がりのイメージとしてはこのような感じになっています。ループは大きいティッシュケースの方と同じようにしてこの2つ折りにして
四つ折りにしていくという方法になります。はい、そうしたら際のミシンをします。まずループの方はここの際のところですね、だいたい 1.5 から2ミリぐらいを目安に縫います。片側のみで大丈夫です。でポケットティッシュの方のこの口の部分ですね、この1回折った1つ目の折り山に際のステッチを入れます。ストライプの方も同じようにして1回目のところにステッチを入れます。2つ目の折り山の方にはステッチを入れないように気をつけてください。そしたらこちらもボックスティッシュケースと同じようにして際を縫います。1センチ先に針を下ろしましょう。返し縫いしてから前に進めます。でこちら返し縫いしないで糸切りましょう。あまり無理にやろうとすると難しくなっちゃう。片側だけで大丈夫です。はい、これで縫い終えたところになります。この部分は内側に入るんですけれども、布端気になる場合はジグザグミシンかロックミシンなどかけて縫い代の始末をしてください。今回内側に入るのでそのままにしちゃいますけどね、気になる方はそのように追加して作業を工程加えてください。あとループの方、片側のみ縫ったところです。両側を返し縫いするのが難しいようでしたら、そのまま端から端まで縫うだけで大丈夫です。そうしたらこの両方の生地を中表に重ねます。中表っていうのは表面同士が内側に入ることを言います。でこう両端を揃えて待ち針で留めましょう。そしたら端から端まで1センチを縫います。そしたら先ほどと同じようにして今度は1センチになりますので、10のところにマスキングテープを貼ります。返し縫いからスタートします。でこの布の端とこの端が合うようにして縫っていきますよ。では縫い終えたところになります。一度布を広げましょう。で広げたらこのストライプの方を広げるとここに折り目があります。この折り目をこの縫ったところでこう重ねてください。ここで揃えます。揃えたらアイロンでしっかりと折り目をつけます。これ見えない状態なんですけど、反対側ストライプが折り目になってます。たるんでる部分がポケットになります。でそのままここからこう持ち上げるといいですね。でこうして合わせます。で裏にするとポケットが自然と出来上がっている状態になります。はい、そしたら裏もしっかりと当てて、ここの高さをきれいに揃えるようにしてください。そしたら両端を5ミリで縫います。針が動かせる方は針を一番右側に動かしましょう。動かしたら押さえの端と布端を合わせていきます。重なりの部分もそのまま縫っていきましょう。返し縫いしなくて大丈夫です。で縫い終わりは返し縫いをします。反対側縫う時は面を変えてこの高さが揃ってるかどうかも確認しながら縫うといいですよ。そしたらこれから袋閉じ縫いをしますので、糸がねはみ出てこないように丁寧にカットしておきましょう。そしたら持ち手にするこのねループ、ちょっと飾り用なんですけれども、こんな風に持ち手にしてもいいですし、ここで留めてもいいですし、これはねお好みで合わせてみてください。そしたらこれを待ち針で留めます。待ち針とかやりにくかったらクリップとか使ってください。縫い目が外側に来るようにして留めましょう。そしたらここの部分を仮留めしていきます。ではこんな感じで仮留めができたところで裏にしていきます。角の部分がきれいに出るように最初に角は出しておきましょう。
角をねきれいに出してから裏にします。でループの部分がずれてこないようにこう脇でしっかり捕まえておきましょう。で反対側も同じですね。では両サイド 7mm で縫います。あともう少しで完成なので頑張りましょう。で仕上げを縫う時は 7mm なんですけれども、今度は直線縫い用の押さえの端を使って布端を揃えていくように縫うとだいたい 7,8mm で縫えますので、これを基準にして縫ってみましょう。忘れないうちにこの持ち手がついてる方からやっていきたいと思います。で押さえの端とこの布端が合うように合わせて少し前に進めます。でそしたら返し縫いして布の端まで落とします。はい、そしたら前に進めましょう。でこの重なりのところは返し縫いをします。そしたら反対側も同じようにして縫います。はい、では縫い終えたところになります。表に返していきます。角の部分はこの持ち手がついてるところをピュッと引っ張ると綺麗にね出てきますので、このままピューッと引っ張っていいかなと思います。で反対側は角を出す前に一度ねここの部分しっかりと出してから表にするといいですよ。内側からやっといた方が仕上がりが綺麗になります。でこれで完成です。で、角の部分ね出てない時はミシン目とミシン目の間に目打ちの先を刺して押し出すようにして出してあげると角綺麗に出てきますので試してみてください。じゃあこんな感じでなんか普段つけないようなこう、ね、余った布がちょうど良かったのでこう持ち手にしてみましたけれども、早速ねティッシュケース入れてみたいと思います。こんな感じで可愛くできてますね。はい、そしたら後ろ側どうなってるかなっていうと、ここにね自然とポケットができてますよね。でポケットの底のところも縫い合わせてあるのでこうすり抜けることもなく、でここに絆創膏入れたりとかちょっとしたものを入れて持ち歩くのにもいいんじゃないかなと思います。可愛いのがおかげさまでね出来上がりました。よかったら作ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。これでね2作品が完成しました。今回はねお友達のアドバイスもいただいたのでお部屋で使えるものとあと持ち歩けるものをちょっとお揃いな感じで作ってみたところです。で余った生地があるかなと思います。あえてねこう中央に残しましたので布合わせをしなくてもこういう風にねちょっとしたコースターなどできるような感じで余らせています。こちらは皆様のアイデアで何か形にしていただけたらいいなと思います。私はねマロンコースターとか作ってみようかなっていう風に思ってます。もしね出来上がったらまたインスタの方でシェアしていただけると嬉しいです。よかったら春の手作りの楽しみに加えていただけたらと思います。でね、樹脂ゲームの方は随時募集していますので MC スクエア様の方でホームページの方ご覧いただいて、もし入部ご検討いただける方は概要欄のリンク先からお申し込みをお願いします。なおですね MC スクエア様の方でキットの発送とキット作りなど全てお任せしてまして、私の方ではこう動画の紹介とかこうキットのこの提案だけをしていますので、私の方にお問い合わせいただいてもお答えできかねますのでご注意ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。